質問です。あなたがフェンダーのギターを買おうと思った時に、フェンダーって書いてなかったら、そのギターを買いますか？はい、どうも、こんにちは。ちょっと言いづらいですね。はい、どうも、こんにちは。熊です。ということで、いきなりフェンダーのギターについての質問でしたが、今日はですね、クリップ式チューナーにまつわる怖い話です。皆さん、クリップ式チューナー使ってますか？これですね。こうやってヘッドに挟んでチューニングするやつなんですけども、今はですね、アコギだけではなく、エレキにも使っている人はかなり多いと思います。楽器屋さん時代にはですね、エプロンにこのクリップ式チューナーを挟んで試奏するときは常にこれでやってました。アコギやエレキなんかはもちろん、ベースなんかにも使えるので、かなり重宝してましたね。しかしですね、この便利なアイテムも、使い方を間違うと恐ろしいことになるのはご存知ですか？今回はですね、意外と語られていない、このクリップ式チューナーの怖い話をしていこうと思います。クリップ式チューナーをよく使う人、これから使おうと思っている人は、ぜひ見ていってください。では、始めます。はい。でですね、まず自分のこのギターですね、よく見てください。フェンダーのカスタムショップ製の61リーシュの NOS のモデルですね。ヘッドにフェンダーって書いてある、この横のストラトキャスターって書いてあるところ、よく見てください。わかりますかね？この A の部分、ストラトキャスターって書いてある A の部分、ないの分かりますか？で、ここの R のところですね。もう、ちょっと欠けてるんですよ。で、さらに、この F ってところのここら辺。ここもちょっと欠けてるんですよね。NS なので、レリック加工でこうなったっていうわけではありません。なぜこうなったかというと、このクリップ式チューナーをここら辺につけてたからなんですよ。そう。このロゴの部分にですね、こういうクリップ式チューナーを使われると、剥がれる場合があります。いやいや、自分のギターではこんなことなったことないよっていう人もいると思います。そうなんです。これはギターによってなるやつとならないやつがあります。なるのはですね、だいたいこういう高いギターで昔の仕様を再現したものはこうなる可能性が高いです。最近のものはデカールを、これですね、を貼った上に塗装がされていたりするので、取れないこともあるんですが、昔のモデルを再現したですね、こういったやつは、とか、ヴィンテージの本物のやつですね、とかは、こういう風になっている場合があります。やっぱりですね、昔はクリップ式チューナーになってものはなくて、ヘッドにですね、こんなものを取り付けるなんてことは、まずなかったんですよ。なんでヘッドの部分はですね、かなり弱く作られている場合があります。このギターはですね、まだまだ全然軽症なんでいいんですけど、楽器屋で働いてた時に、このメーカーのところのロゴが取れちゃったっていう人がいたっていうことを聞いたことがあります。それ聞いたのは楽器店にいた頃の上司からなんですけども、もう、お客さんから言われてどうしようって言われたんですけども、どうすることもできないっていうことで、なっちゃうとかなりショックですよね。で、ただぶっちゃけ当時の自分も、そんなことないだろうとは思ってたんですよ。自分もですね、この、向こうにある1974年製のヴィンテージのストラトなんですけども、これがメインだったんですけど、これで使ってても特にそんなことなかったんですよね。ただ、その後ですね、このギターを手に入れて、こういうことが起こりました。では皆さん、冒頭の質問に戻ります。あなたがフェンダーのギターを買おうと思った時に、フェンダーって書いてなかったら、そのギターを買いますか？普通買わないですよね。本物じゃないでしょってまず思うじゃないですか。いくら認定証とかあって、フェンダーって書いてなかったら、
信用できないですよね。だって他のフェンダーには全てフェンダーって書いてあるんですもんね。で、激安の場合は一瞬迷いますが、それでもちょっと気が引けますよね。なので、クリップ式チューナーを使って最悪の場合、持ってるギターの価値が急降下する場合があります。怖いですね。なんで、クリップ式チューナーを使うときは、細心の注意を払いましょう。ロゴがあるところにつけるのは絶対やめましょう。大丈夫なギターももちろんあるんですけども、大丈夫かってわからないじゃないですか。取れてみないと。だから、できるだけロゴの部分には被らないように挟みましょう。あと、長時間つけておくのもやめましょう。普通にここ触ってみるとわかるんですけども、やっぱゴムじゃないですか、これ。なんで、ラッカー塗装のギターをスタンドに直接置かないようにって言っておきながら、クリップ式チューナーはいいのっていうことですよね。最悪の場合、塗装がちょっと変なことになる場合があるので、使った後はすぐ取り外しましょう。こうは言ってもやっぱりクリップ式チューナーはですね、最近性能がいいものが多いです。しっかりチューニングも合いますし、何よりやっぱり便利です。自分はコルグが好きで、昔からチューナーはコルグを使ってます。やっぱり壊れづらいんですよね。これなんかですね、娘のいたずらで、こんな風にですね、取れやすくなっちゃってるんですけども、これでもつければそのまま使えます。でもこれでもまだまだ使えるんであれなんですけど、さすがにそろそろ買い替えかなとは思ってますけどもね。使い方を間違わなければですね、非常にいい商品なので、気をつけて使うようにしましょう。はい、ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。いいなと思ったら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた。